重い。よいしょ。重い重い。めちゃくちゃ重い。すごいな。全部鉄だもんな。47.5 キロあります。約50キロ。何かというと、リン酸鉄リチウムイオンのバッテリーになります。インバーターつないでみたり、充電してみたりしながら、ちょっとまずバッテリーの性能を見ていこうと思います。端子カバーもいいですね。こんなしっかりしたボックスというかブラケットの中に入ってるんで、端子は M8 かな。そうですね、 M8 の端子になってます。電源ボタンみたいなのがあって、ちょっとポータブルバッテリーみたいなんですけど、ここでこのシステム自体のオンオフをできるんで、全くもう長期間使わない時なんかはここをオフにしとけば休眠状態にできると。そういう物理ボタンもついてるんで使い勝手良さそうです。でこれすごいですね。ここに爪付きナットというか緩み止めの樹脂が入ってるナット使ってるんで、これいいですね。手じゃこうなかなか硬くて締めづらくなるんですけど、緩みにくくなってて、これあんまりないですね、こんなんついてるの。まずはこのバッテリーをリン酸鉄リチウムイオンのバッテリー充電器で充電してみます。めちゃくちゃ容量大きいんでね、結構時間はかかると思います。普段こっちの向きでこっちに今出しましたけど、こっちにもできます。ネジ穴が4つ切ってあって2箇所で止めるんで、こういうどちらの向きでも止めれると。なんで配線この外に出したいとか、こっちとこっちに出したいとか、いろいろできそうですね。こうとか。すごいいいですね。プラス側にはヒューズを入れるようにしてます。でヒューズはなるべくもうバッテリーのめちゃくちゃ近く。さあではまずこの大容量バッテリーを充電してみようと思うんですけど、充電方法が何種類かあって、まず一番こういうので一般的なのは DC/DC チャージャーを使って充電すると。走行充電ですね。車のオルタネーターを使ってこのバッテリーを充電すると。その場合は DC/DC コントローラーがあれば簡単に充電することができます。あとはソーラーパネルで充電する方法もあって、 MPPT ソーラーチャージャーを使うとソーラーパネルから簡単に入力することができます。あと一番簡単に充電できるのがこういうリン酸鉄リチウムイオンバッテリー用の充電器を使えば簡単に充電することができます。これは家庭用のコンセントから電気を取ってこのバッテリーに充電してあげると。ちょっと充電してみます。もうこれをピッと挿すだけです。はい、始まりました。今が39アンペアぐらいで充電されてて500ワットぐらいですね。で説明書にも書いてあるんですけど、推奨充電電圧が 14.2 から 14.6 ボルトなんで 14.6 ボルトの充電器を使用するようにしてください。このバトラーのバッテリーのすごいいいところなんですけど、ここにも APP って書いててアプリがあって、アプリで BMS の情報を見ることができます。ちょっとアプリ入れてるんで見てみましょう。今これ見ていくとバッテリーが 51% です。容量 51%、 13.4 ボルトの電圧で39.2 アンペア今電流が入ってきてると。この充電器で入ってきてて 522.6 ワットで充電してますよと。そういうことですね。でそれ以外にもこの温度が見れたりするんですごい助かりますね。今温度何度だろうと、夏とか暑くなってないかなとかちょっと気になったりするんで、そういうのを見たり、あと容量見れるのはだいぶ助かりますね。容量と電力量が分かるんで、これ今日本語の表示にしてるんですけど、もともと英語のサイトだったんですけど日本語の表示にも変えられるんで、すごい使い勝手はいいです。積んでる BMS がだいぶ大きくて300アンペアですね。で最大負荷3200ワットまで使用可能です。なんで3200ワットって言ったらもうかなり大きいんですけど、大容量かつ大出力に対応してます。推奨充電電流は92アンペアなんでちょっとこれだと小さいですね、充電器が。BMS の
動作温度の保護のところなんですけど、ここがめちゃくちゃ大事で、高温対策はだいたいどのバッテリーでもついてると思うんですけど、このバトラのこのシリーズに関しては低温カットオフがついてるんですね。リン酸鉄リチウムイオンは低温時に充電しちゃうと壊れちゃいます。具体的に言うと0度以下で充電するとダメなんですけど、各社いろんなことをやってて、でバトラーからも出てるんですけど、この0度以下になったらヒーターが作動して温めて0度以下にならないようにするシステムを組んでたりするバッテリーもあるんですけど、とにかく0度以下で充電しちゃ絶対ダメだと。 BMS は積んでてもその低温カットオフを積んでないリン酸鉄リチウムイオンっていうのはいっぱいあって、それがあるとどうなるかというと、自分で温度管理をして充電してあげないとダメになります。アプリで温度が見れるバッテリーだったらまだいいと思うんですね。こうやって今 32.7 度って分かるんで、これが0度以下になってたら充電しないようにするとっていうのがあればまだ自分で確認できるんですけど、アプリで温度が見れないバッテリーっていうのも多いんで、そうなるとこの周囲温度を測るしかないんですけど、周囲温度と実際のバッテリーの温度ってかなり温度差があるんで、あまり当てにならない、10度ぐらい温度差が出ちゃうようなこともよくあります。特に冬とかだと先に室内温まってるけどバッテリーの中まだマイナスとかっていうのはよくあるんで、そうなるとなかなかそういう温度計で自分で測ってやるっていうのが難しいと。でもう一つ一番の問題が、先ほどもちょっと言った通り、こういうバッテリーは車の走行充電を使うと。なんで車のエンジンをかけると DC/DC の充電器で自動的に充電されると。それが一番のメリットでもあるんですね。その低温カットが入ってなかったら0度以下でも電流が流れて充電しようとしちゃいます。でそうなるとこのバッテリーにすごいダメージが加わって壊れちゃいます。だけどこのバッテリーに関しては低温カット機能がついてるんで、0度以下になったら充電はされないようになってます。そして充電開始は4度以上になったら充電が開始されるようになってるので、安全性はかなり高くなってるし、いちいち自分で温度を確認しながらなんかする必要もないと。もうほったらかしでいいです。でなんか冬、例えばマイナス0度以下の時に車運転してて、そういえばバッテリー充電されてるかなっていうのが心配になったら、アプリを立ち上げて見てあげたらバッテリーの充電状況がまず分かると。でここで 500W で充電入ってきてるなとかっていうのが見れるんですけど、でこれが 500W 入ってなかったらここの温度を見てあげたら、0度以下だから今低温カットで充電されてないんだなというようなことも全部このアプリで確認できるんで、このバッテリーの状況がどうなってるかっていうのがもう手に取るように分かるというところですごい便利ですね。一番大きいところはこのやっぱ2点ですね。アプリでこのバッテリーの状況を確認できるというところ、それから低温の遮断保護がついているというところですね。この2つがあるかないかでもうはっきり言ってこのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使えるか使えないかっていうところの判断にもつながるかなと思います。でその他でいくと、リン酸鉄リチウムイオンのバッテリーなんで充放電回数が5000回、充放電を繰り返しても容量の 80% 以上が残ってるっていうような感じなんで、もう何も考えずにずっと使ってても10年以上は余裕で使えるような製品になります。まだキャンピングカーのサブバッテリーシステムなんですけど、まだまだ鉛のバッテリーを使っていることが多いと思います。ディープサイクルバッテリーって呼ばれるものだと思うんですけど、それの、ディープサイクルバッテリーの、メリットって何かなって考えたら、安い、それから温度に強い、それから安全性、ここら辺だと思うんですけど、最近のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを見てみると、BMS の進化によって安全性がかなり高くなっているところとか、低温時の対策がしっかりされているところ、そして値段もかなり下がってきているところなんかを考えると、これからはリン酸鉄リチウムイオンをサブバッテリーとして標準で積むなんていうことも増えてくるんじゃないかなと思うんですね。でそこでじゃあどれぐらいリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとディープサイクルバッテリーが違うかっていうのをちょっと見てみたいと思うんですけど、このバトラーの 460Ah の容量で、リン酸鉄リチウムイオンっていうのがどうだろう、キャパシティ 460Ah の 90% 以上までは余裕で使えるかなと
電圧を 12V 以上で確保できるんで、90何%までは使えると。それ考えたらほぼほぼこの容量分は使い切れると考えていいと思うんですね。それに対してディープサイクルバッテリーだと、例えば 100Ah のディープサイクルバッテリーだと、せいぜい 50%、50% までいかないんじゃないかなと思うんで、50% だとしても 50Ah までしか使えないと、そういう感じです。もうそこで容量の差が9倍ぐらいになってきます。でさらに重さでいくと、これ約50キロ、ディープサイクルバッテリーの重さをちょっと見てみると、100Ah の容量のものでだいたい27キロぐらい、30キロ弱ですね。で使える容量が半分と考えたら 50Ah で30キロ近いと。このリン酸鉄リチウムイオンと同じだけの容量のディープサイクルバッテリーを準備しようとすると270キロの重さになっちゃうと。で結構大きなキャンピングカーとかだとディープサイクルバッテリーを3つ4つ積んで使ってたりすると思うんで、100キロそれで超えてくると思います。でこれだったら1台で50キロで完結しちゃうと、4台5台積んだとしてもこっちの方がずっと容量がありますよと。でさらに先ほども言った通り、これ寿命が5000回ぐらい使えるんで、10年ぐらいは余裕で使えるかなと。それに対してディープサイクルバッテリーはせいぜい500回ぐらいだと思うんで、うまくやっても3年ぐらいかなというような差があります。ディープサイクルバッテリーの 100Ah のバッテリー、今どうだろう、2万円から3万円ぐらいだと思うんですけど、2万円だとして、でこのバッテリーが Amazon で今日時点で15万円ぐらいなんですね。なんで5倍から6倍ぐらいの値段なんですけど、寿命が3倍以上、容量が9倍、そこら辺考えると圧倒的にリン酸鉄リチウムイオンの方がいいんじゃないかなというふうに思います。これからはなんでこのバッテリー、このリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが主流になってくるかなとやっぱり思いますね。さあちょっと今充電をちょっとしてたんですけど、まだ 55% でようやく 5% 溜まったぐらいですね。どんくらいだろう、 2,30 分っていうところですかね。なんでちょっとまだまだ時間かかっちゃうんで、先にちょっと出力のテストだけして車に積んでみようと思います。インバーターをつなぎました。でこれは何かっていうと、直流の 12V を交流の 100V に変換する装置です。DC12V ってよく聞くと思うんですけど、 DC を AC に変換してあげる機械になります。でここの DC の、これ 12.8V ってなってますけど、13V ちょっとでここのインバーターにまず入ると。でこの中で変換してあげて、ここから AC の 100V で出てくると。よし、ではやっていこうと思います。で今ここの放電スイッチっていうのがオフになってると思うんですけど、ここのボタン、さっき言ったここにボタンがあるんで、ここを押してあげると OK。 そしたら放電スイッチがオンになるんで、あとはインバーターの電源入れてあげたら電気が使える状態です。ドライヤーがあるんでこれでやってみます。はい OK。 どうでしょう。お、やばい、 1500W 出てる。やばいやばい。今出てますね。ここに 740W って出てると思うんですけど、消費電力が今780、800W ぐらい出てますね。ドライヤー今出てますよと。800W ぐらい消費なんで 13.2V で 57A 使ってますよと。全部出てますね。これだけなんですけど、ちゃんと電気も取れて使用量も分かると。で使い終わったらここを切っとくと。こんな感じです。これからちょっと車に設置していこうと思うんですけど、今車に 260Ah と 100Ah のリチウムイオンバッテリーが乗ってるので、それはもう2つ下ろしちゃって、これ1台でいこうかなというふうに考えてます。で車のメイン電源はリン酸鉄リチウムイオンではなくて、ポータブル電源 2000Wh かな、 2000Wh ぐらいのポータブル電源を乗っけてるので、そこから AC、 要は家庭用のコンセントの電源を取るようにしてます。それで冷蔵庫を動かしたり、電磁調理器やったり、
いろんな携帯とかカメラとかいろんなものの充電とかですね、そういうのはもうポータブル電源をメインで使っていこうと思うんですけど、でそのポータブル電源には 400W のソーラーパネルがつながってるんで、普段はソーラーパネルから充電してポータブル電源の容量を賄ってます。でただ天気が悪い日ですね、もう曇りとか雨が2日ぐらい続くと 2000Wh の容量があっても半分以下になっちゃうんで、走行充電とか何かしらしてあげないとダメで、今度からはこのバッテリーから充電するようにしようと考えてます。このバッテリーを走行充電でまず充電します。で DC/DC の充電器がついてて 40A の充電器がもう車についてるんで、それをこの線を使って充電します。これが仮に空になったとしても、11、2時間でフルに充電されるような感じですね。走行充電でこれを貯めてあげると。で車の中で 12V で動く製品がいっぱいあるんですね。うちのキャンピングカー、車の中のライト全部 12V だし、それから屋根のルーフファンも 12V で動くと。それからテレビですね、テレビもこの 12V で動くんで、そういうものに関しては全てこのバッテリーから引っ張ってあげて使えるようにします。なので 12V に関してはポータブル電源使わないでこのバッテリーから直接使うと。 AC コンセントに関してはこっちとポータブル電源2つ使っちゃうと変換効率とかで無駄が出てくるんで、もうポータブル電源1つに集約すると。なんでまず第一優先はポータブル電源はソーラーパネルから充電すると。このバッテリーに 2000W 級のインバーターをつないであげて、充電が賄えない分をこのバッテリーからインバーターを介して充電してあげるようなシステムにします。じゃあなんでこんな大きな容量いらないじゃんってなってくると思うんですね。 5888Wh のバッテリーなんかいらないじゃんってなってくると思うんですけど、この夏というか最近夏ずっと暑くて、ちょっと大きなエアコンがないとちょっとしんどいなっていう風に感じてます。ちょっとだったらポータブルエアコンでも全然いいんですけど、本当に暑い炎天下の夏の海辺とかだとちょっとそれだと不足で、何かしらエアコン入れたいなという風に考えてます。ただ 100V のエアコンにするとインバーターの変換効率とかそういうのを考えると結構ロスが大きいので、できれば 12V で動かしてあげたいなというふうに考えてます。1時間あたり多分 80A ぐらいの消費電力、だいたい 1000W ぐらいで 12V のエアコンを動かせると思うんで、それでいくと5時間ぐらいは動かせるかなと。ちょっとね、なかなかいい 12V のエアコンがないので導入できるかわからないんですけど、そういう予定にしてるので、ちょっとまずはこれを今のバッテリーを外してこっちのバッテリーを入れると、そこからちょっとやっていこうかなというふうに考えてます。いいんじゃない？ここでこんな感じです。で今ここに260じゃなくて 230A のバッテリーをここに置いてたんですけど、それをどけてここに 460A のバトラーのバッテリーを置いて、でここに 2000W のインバーターがあると。でさらにここに DC/DC の走行充電ですね、 40A の走行充電器があるんで、これをつないでいきます。この向きで置いたらちょうどこのベッドにした時にこのバッテリーが椅子の下に入るんで、それの方がいいですね。あとはこの配線をきれいにしていくと、今ここにあったサブバッテリーを外してこっちに線を引っ張ってきてるんで、ここをきれいにやっていきます。さあできました。バトラーのバッテリーをここに置いて、で走行充電器がそこからつながってて、あとはここにインバーターですね。で今ここの電源を落としてるんで、このスイッチを入れたら車の電気がつきます。やってみます。はい、電源オン。ついた。で放電スイッチもオンになりました。こんな感じです。で今電気をつけてる状態だと
消費電力は 26W ですね。で、さっき充電してる時はプラスで出てたと思うんですけど、今は使用してる側なんでマイナスで出てます。マイナス 26W、 2A ぐらい使ってると、そういうことですね。で、あとは走行充電もできるんで、ちょっとエンジンかけてみます。よし、じゃあエンジンかけてみます。いいよ。どうでしょう。あ、入った。今ここです。 200W。 いいね。484。ああ、502.7W。 500W だね。500ちょっと 505W とかで充電されてます。なんでこれでもうほっといたら勝手に充電はされると、そんな感じですね。よー、素晴らしい。で、エンジン切ったら自動で止まって、今度はマイナス側ですね。今電気使ってるんで 26W ぐらい使ってますよと。ああ、いいね。低温カットがこれはついてるんで、0度以下だったらエンジンかけても勝手に充電はされないんで安全です。この機能はやっぱ絶対あった方がいいと思います。よし、あと最後にこの車のインバーター、ここにインバーターあるんですけど、それを使ってお湯を沸かしてみようと思います。オン。どうでしょう。うわ、すげえ。1439W 出てます。すごいね。お、沸いてきた。いや、さすがの大容量。全く減らない。すげえ、これは。59% から全然減らない。まあ、充電 5% するのもすごい時間かかったけど、全然減らない。いや、すごいな。お、分けました。ちょっとハーブティーなんかを押してきたんで。で、これ普段はこのソファーはこの形にしてなくて、ベッドモードでフラットにしてるんで、このバッテリーは完全にそのベッドの下に入ります。こんな感じで、こんな感じですね。こんな感じです。完全にこの下に入ってます。で、これで熱がどうかなと思ったんですけど、この熱逃がすところがこのパネルのこの部分ですね。ここの横と反対側にもついてて、ここはちょうど空いてるんで、反対側も空いてるんで大丈夫かなと。なんでちょっとこれでやってみて、夏熱持つようだったらちょっと考えます。こんな感じですね。